皆さんいかがお過ごしでしょうか。文系アカリストのハテナです。はい、ということでですね、前回は本当にありがとうございました。いろいろね、励ましのお言葉たくさんいただきまして、やっと前に進めるかというところで、今回なんですが、こちらです。植物育成ライト GLX6K それと 4K のご紹介をしたいと思います。でこちらは春デザインさんが出しているライトで非常にねコスパのいいライトということになります。で私はですね最近結構この観葉植物にもハマり出しまして、ビカクシダであったりですね、あとはアガベ、このような形でアガベであったり、他のね植物を育てるために使っています。アクアリウムをやるとなぜか興味が出てくるこのアガベであったり塊根植物、不思議ですよね。ただ今回はですね、植物育成ライトが果たしてアクアリウムに使えるのかということで検証をしていきたいというふうに思います。というのもアクアリウム系のライトって結構高いんですよね。それと比べて植物育成ライトは値段も安くて光量も強いということで使えないかなと思いました。私はですね実際こんな感じでアクアテラリウム的な水槽で使ったりしています。で今回は禁断のつく読み LED との比較もしてみたいと思います。ということで今回購入したのがこちら、春デザインから GLX6K そして 4K それぞれ5台3台ということで購入しました。かなり購入してしまいました。一つ購入して気に入ったのでこれだけ増えてしまいました。では早速見ていきたいと思います。こちらが GLX6K というライトになります。見た目は非常にすっきりとした白いボディが特徴です。で、口径は26口径ということで、つくよみだったりアマテラスと同じになります。サイドを見渡すとこのように放熱フィンがついておりますので、しっかりと熱対策も取られているということがわかります。ちなみに 6K というのは色温度を表すもので6000ケルビンということになります。で 4K の方が4000ケルビンということになります。では早速水槽に当てて見ていきましょう。左が GLX6K そして右が 4K というライトになります。こうやって見てみるとやはり左 6K の方が白く見えますよね。で右側の 4K の方が、黄色みを帯びた色ということがわかるかと思います。でちなみに今映っている映像はカメラの取っ手なしではありません。そのままでも良かったんですが、若干ね色味が私の目視と違っていたので、明るさを少し上げたという程度になります。それではこちらでスペックのご紹介をしておきます。 GLX6K 消費電力は 19W、 そして照度は高さ40センチのところから54200ルクス、そして炎色性能、これは太陽光の見た目にどれだけ近いかということで100がマックスということで98ということです。そして PPFD、こちらはですね私も最近知ったんですが、いわゆる光合成とかに必要なのはこちらの数値ということで、40センチ離れたところからこの GLX は776マイクロモルという単位になるようです。太陽光だと2000マイクロモルあるということですので、これがね高いのか低いのかっていうのは、私にはあまりわからないんですが、植物育成ライトとしては結構高い方だということのようです。で照射角度が60度、定格寿命が4万時間という長寿命になっています。ただね LED チップが損傷するというよりも、基本的には基板がね壊れる方が早いということが通常ですので、このあたりは他のライトとさほど変わらないということになるかと思います。ただですねこちらのライト絶縁放熱シリコンを充填しているということで、熱対策にはかなり力を入れているライトということになります。ちなみに色温度はですね正確には5830ケルビンで 4K は3920ケルビンということで、それ以外の違いはないということになります。そして価格はともに定価で4770円ということになります。いろいろ語ってきましたが、要は見てなんぼということで早速比較をしていきたいと思います。左が 6K 右が 4K、 このように見るとですねやはりかなり違いがありますよね。6K がアマテラス LED、 そして 4K がつくよみ LED の色温度に似てるかなというふうに思います。それでは今度は入れ替えてみます。今度は左が 4K 右が 6K です。やはりかなりね色合い違うっていうのがこれでわかりますよね。縦に並べてみます。
6K の方が少し青が強く 4K の方が赤色が強い波長ということになりますので、やはり赤系の水草については 4K の方がより赤く見えるかなというふうに思います。まあ正直ただね、これは好みの問題かなっていうふうに思いますので、まあ一概にどっちがいいっていうのは言い切れない感じがしますね。はい、それでは次、近断の比較をしたいと思います。左が GLX4K、そして色温度の近いつくよみが右側です。いやー、どうでしょうかこれ。いやもうね、皆さんお気づきだと思います。つくよみより明るいですよね。ただまだまだ結論を出すには早すぎます。今度の検証はこちらです。高さ40センチから照らしてみた映像になります。こちらが GLX4K、だいたいこれ物差し中心に置いているんですが13センチ程度ぐらいが強く光っているところになりますね。でお次は 4K、当然ねこれもスペックは同じなので、同じぐらい13センチぐらいまでしっかり光が届いているということになります。でお次はつくよみ。いやー皆さんこれどうですか。10センチぐらいまでがかなり強い光に見えますよね。ただつくよみの方、これ比較してください。かなり広い範囲までぼんやりと光が届いていることがわかります。これをどう見るかということなんですが、実はこんなものも購入しました。 GLX 専用交換用広角レンズ XL80 というものを購入しました。1つ680円で2つ購入しました。こちらはですね、強角レンズというものも売ってはいるんですが、私の使い方には合わないということで、こちらの広角レンズを購入してみました。一応標準レンズでも60度の角度で照らせるということなんですが、こちらは90度ということになるようです。だとしたらこの名前がね80っていうのがちょっとクエスチョンなんですけど、もしかしたらこれ、90ではないのかもしれません。このあたりはねしっかり検証していこうというふうに思っています。いや私これかなり取り替えに苦労しました。慣れたらね多分普通に、ささっとできると思うんですが、若干この取り付けのしにくさっていうのはあるかなっていうふうには思いました。はい、かなり時間がかかりましたが、なんとか取り付けが完了しました。それでは試していきたいと思います。今度は GLX6K 広角レンズありということで、同じ40センチの高さから照らしています。さあどうでしょうか。いやーこれを見てね皆さん気づかれたんではないでしょうか。正直違いが全く分かりません。いやーこれちょっとやばくないですか。いやー縦に並べて見てみたいと思います。さあ先ほどのレンズありとなしで比べると、さあどうでしょうか。わからん。はい、ということで見た目にはわからないのでこんなものを用意しました。照度計になります。あくまで簡易的なものなので正確ではないかもしれません。まずは中心点 6K からになります。これで見ますと結構高いですよね。6万ルクスぐらい出ているということになります。メーカー値だと54,200ルクスということになりますので、大体同じかなと思います。続いて中心から5センチほど離したところ、これで38,000ルクスになります。まだ結構高いですね。お次は10センチ。でこちらでかなり下がりましたが、まだ17,000ルクス。そして次この境目13センチぐらい、これで1万ルクスぐらいということになります。もう少し外していきましょう。15センチで5284ルクス。そして20センチ離すと1617ルクスということで、かなり暗くなりましたね。はい、これ以上は計測意味ないですので次に行きます。次はつくよみです。同じく40センチの高さから中心点を測ってみたいと思います。さあいくらになるでしょうか。はい、つくよみで39,000ルクス。いやー先ほどと比べると結構低いですね。では次5センチです。5センチの距離で15,500ルクス。はい、これもかなり下がりました。次10センチ。10センチの距離だと6,299ということで1万を割りました。続いて13センチ。先ほどまだね1万ぐらいあったと思うんですが、つくよみは3,995ルクス。続いて20センチ、つくよみは2,688ルクス。まだねちょっと明るいのでもう少しやります。30センチで
1655ルクスということになりました。さあこの結果をどう見るか、次に行きます。次は GLX6K でレンズあり、広角レンズありになります。中心点が5万ルクスということで結構下がりましたよね。続いて5センチ3万7500ルクス、そして10センチが1万7000ルクス、かなり下がってきました。お次は同じく13センチ、ここがね境目だったと思います。9950ルクス、意外とそんなに変わらないですね。そして15センチが6196ルクス、そして20センチで測るとこれが2113ルクスとかなり下がってきました。もうちょっといけますかね。かなり離しました。30センチで451ルクスということになります。いやー、これね、広角レンズいりますということで、ちょっと高さを上げてみました。レンズをですね、標準レンズにして高さを7センチ、47センチにしてみました。すると、はい、中心点が5万1000ルクス。そして5センチの部分が3万3000ルクス。そして10センチ1万6000ルクス。で、境目だった13センチで9060ルクス。はい、そして15センチのところが5983ルクス。そして20センチのあたりが2284ルクスということになりました。いやー、広角レンズが広角にならないというちょっとね珍現象なんですが、広角にするというよりどちらかというと中心の強い光を分散させるという役目なんですかね。ちょっとね、いやー、こうやって並べてもあまりわからないですよね。ちょっと広角レンズは微妙な結果になってしまったかなというふうに思います。あとは PPFD という数値を測る機械とかあったりするんですが、あれね、20万円とかするので、ちょっとね、私には手が届きません。あとはハルデザインさんのホームページを見ると、照度からある程度の PPFD を計測できるという表が載っておりますので、そちらをね、ご参考にしていただければと思います。はい。で、あとはこのように手をかざしてみますとですね、結構温度が伝わってきますので、やはりこの辺はつくよみとかよりも集中的にスポット的に照らしているっていうのはわかります。はい。ということで今回は GLX6K と 4K のレビューをしてきました。実はこちらの90センチ水槽はですね、当初からこちらのライトを使って、管理をしてきました。ミスト式で管理をしているところをお見せしましたが、以前やはりですね、この枯れている部分がありましたよね。で、そちらはライトがスポット的に当たっているところが枯れたということになるかと思います。はい、ということで、これでかなり見えてきました。こちらのライト使えるのかと言いますと、使えるっちゃ使えると。いうことになるかと思います。っていうのもですね、私は普段このようなアガベとか植物育成ライトとして、使おうと思ってもともと購入しました。で、かなりスポット的に当たりますので、このような植物にはいいかなというふうに思います。ただアクアリウムはですね、スポット的に強い光を当てることでその部分だけ例えば育たなかったり、光量オーバーということで苔が生えたり、あるいはそれ以外の部分が育たないということが起こりうるというふうには思います。ただ GLX も広角レンズをつけたりとか、水面からかなりね、高さを上げれば使えるかなっていうふうにも思いますし、例えばレイアウトによってはその照らしたい部分に照らすという使い方ができますので、少し上級者向けのライトになってくるのかなっていうふうには思います。私もですね、この90センチ水槽でまだライト使ってるんですが、もともと水面から30センチぐらい開けていました。それを今ではもう少し高さを上げて40センチぐらい、そしてさらに広角レンズをつけて光を抑えるという工夫をしています。やはり水上とは違って水中にある水草たちにとってはそれほどね強い光っていうのはもしかしたらいらないのかもしれません。私の水槽もねまだやっぱり苔が生えていますので、ちょっと見直しをしまして、左に GLX6K、そして右につくよみ、真ん中もっと高いところからハス38スペック9というね、同じくハルデザインさんのライトを購入して使っております。
まあそう考えるとアクアリウム系のライトと植物系のライトっていうのはやっぱりね違うんだなっていうふうには思いました。まあしかしこれやっぱりね安いんですよね。つくよみのライトと比べても3分の1程度の値段で買えるということになりますので、3頭買えるんですよね。まあそう考えるとうまく使えばこれ使えるんじゃないかなというふうに思います。はい、ということで今回は植物育成ライトの GLX6K と 4K のご紹介をしてきました。いや、いかがだったでしょうか。皆さんのね、ご参考になれば幸いです。はい、ということで本日も最後までご視聴ありがとうございました。ぜひこの動画が良ければ高評価、チャンネル登録をよろしくお願いいたします。それではまた。